ドン・フアン・マヌエルの伝説。このドン・フアン・マヌエルはですな、セニョール、とにもあり、人柄も立派な紳士でございました。ただ一つ、人を殺すという悪い癖を持っておりました。毎夜、王宮の時計が11時を打つと、彼はその堂々たる屋敷から出かけてゆく。ご存知の通り、セニョール、その屋敷は今もなお、彼の名で呼ばれることになった通りに立っております。マントに身をすっぽりと包み、その下で短剣を握りしめながら、そして暗い通りで誰かと出会うと、丁重に問いかけたのです。夜の何国でございましょうか。と、その人物は時計の音を聞いていますから、こう答えるのです。夜の11時でございます。すると、ドン・フアン・マヌエルはこう申すのです。セニョール、あなたは万人にも増して幸運でいらっしゃる。なぜなら、ご自身が知る国言を正確にご存知なのですから。そういうが早いか。短剣を突き刺し、そしてシセル紳士を通りに残したまま、彼はまた自分の家へと戻ってゆくのでした。このドン・フアン・マヌエルの人を殺すという悪い癖はですな、セニョール、それは7い年月の間続いていたのでございます。ドン・フアン・マヌエルと共に住んでおりましたのは、彼が心から愛していた甥でございました。毎晩2人で夕食を共にしておりました。後に甥は友人の誰かに会いに出かけて行き、さらに後にドン・フアン・マヌエルが誰かを殺しに出かけて行く。ある夜のこと、甥が帰ってまいりません。ドン・フアン・マヌエルは甥が戻らぬことに気をもみ、彼の身を案じておりました。明け方、死の夜景がドン・フアン・マヌエルの戸をはたき、甥の亡骸を運び込んでまいりました。心臓に致命傷を負って、そしてその亡骸が見つかった場所を聞かされた時、ドン・フアン・マヌエルは悟ったのでございます。自分自身こそが闇の中で誰とも知らずにあれほど愛していた我が甥を殺してしまったのだと。それでドン・フアン・マヌエルは自らが悪しき生き方をしてきたのだと気づいた。そして国会を聞いてくださる神父のもとへ参り、これまでに犯した全ての殺人を告白したのでございます。すると神父は彼に贖罪を命じました。真夜中にただ一人で街路を歩き、エスピラシオンの礼拝堂まで行くのだと。その礼拝堂はプラスエラーでサントドミンゴに面しております、セニョール。当時はその前に公主台がございました。そしてその礼拝堂の前、公主台の下にひざまずき、ひざまずいたままロザリオを最後まで唱えよと。ドン・フアン・マヌエルはこんなに軽い贖罪で済むのかと喜び、間もなく魂に平安が戻ろうと思ったのでございます。ところがその夜、真夜中に贖罪を行おうと家を出た途端、彼の耳に声が響き、その傍らで小さな鐘の恐ろしい音が鳴り響いたのでございます。そして悟ったのです。その耳を悩ます声こそ彼が殺してきた者たちの声であると。声は耳元であまりにも悲痛に響き、小さな鐘の音はあまりにも恐ろしかったため、彼はそれ以上進むことができませんでした。少しばかり進んだものの、その身に襲いかかる恐怖に胃の腑を苛まれ、彼はまた我が家へと戻ってきたのでございます。翌日、彼は何があったかを神父に伝え、あの贖罪は果たせない、別の贖罪をお与えくださいと願い出ました。けれども神父は他の贖罪を許さず、命じられた通りに行え、さもなくば罪のうちに死し、永遠の地獄に落ちるであろうと申されたのです。それでドン・フアン・マヌエルは再び贖罪を試み、その夜はエスピラシオンの礼拝堂の道のりを半分まで進みました。けれども再び帰と引き返したのでございます。あの悲痛な声と
小さな鐘の恐ろしい音のせいで、そこでまた別の食材をくださいと願い出たものの、再び拒まれた。さらに翌夜、その夜は道のりの4分の3まで進みましたが、命じられた通りを行おうと努めました。けれどもやはり悲痛な声声と小さな鐘の恐ろしい音のせいで成し得なかったのでございます。そして彼は最後にもう一度神父のもとへ赴き、別の食材を願い出ました。最後にもう一度それは拒まれたのでございます。そして最後にもう一度真夜中に家を出てレスピラシオンの礼拝堂へと向かい、その前の格子台の下にひざまずき、ロザリオを最後まで唱えようと出かけてまいりました。ですがな、セニョール、その夜こそまこと一番恐ろしい夜でございました。声はあまりに大きく、あまりに悲痛で、彼は恐怖に身も心も弱り果てて震え、小さな鐘の恐ろしい音のために胃の符を苛まれました。けれども彼は進み続けたのです。お分かりでしょう、セニョール。それしか自らの魂を永遠の地獄の豪華から救う道はなかったのですから。そしてとうとうプラスエラでサントドミンゴへとたどり着きました。そしてレスピラシオンの礼拝堂の前、格子台の下に膝をつき、ロザリオを最後まで唱え終えたのでございます。そして翌朝、セニョール、町中が驚愕いたしました。みんな福王からカルガドーレス・カタンリンに至るまでプラスエラでサントドミンゴへと駆けつけたのです。そこには見るべき光景がございました。その光景こそ格子台に首をつられて死んでいるドン・フアン・マヌエルの姿でございました。天使たち自らがその罪深さゆえに彼を吊るしたのでございますよ、セニョール。